はい。では今回キックフリップやりたいと思います。キックフリップは板をつま先で回して1回転させて乗る技です。これ結構苦戦してる人たちも多いと思うんですけど、やり方も本当いろいろあって、ただ僕の勧めるやり方皆さんに教えたいと思います。まずキックフリップどういうものかちょっと見てください。まあまあかね。もう一回言う。はい、こんな感じですね。こんな感じで足をキックして板を空中でキャッチして乗る技です。で、スタンスなんですけど、オーリーのスタンスよりも若干つま先は前に向けます。前に向けるとここにキックしやすいので、自分はスタンスはなるべくこう前に向けた方がやりやすいですよというふうに言ってます。で、キックフリップやる人、中にはこうやってスタンスめちゃめちゃ端っこにする人いるんですけど、最初はそっちの方がここに当てに行きやすいのでいいんですけど、ただ基本的には滑りながらキックフリップやらなくちゃいけないので、基本的な滑走がこれだと難しくなっちゃうので、慣れてきたら基本的にはスタンスは本当にオーリースタンスに近い、ここにバランスを取れる位置で振り抜けるようになるといいと思います。で、後ろ足はよく逆ハの字って言うんですけど、そこはあまり気にしなくてもいいかもしれないです。ただこうハの字にした方が自分の方に板が食いついてきたりもするので、ここは自分でちょっと好みでやってみてください。なのでスタンスはこんな感じですね。で、いきなり回すの難しいと思うので、まず最初にキックフリップやりたいっていう人は、僕がおすすめしている練習方法はこれです。テールをまず弾いてノーズ持ってもらったら、このテールの位置に足を置いて、前足でこの辺でいいんで、振り抜かなくてもいいんで、この辺でいいんで、つま先を当てて1回転回す練習やってみてください。こうですね。で、前足でパシッてしっかりキャッチできるように。これ簡単そうに見えるかもしれないですけど、意外と難しいです。つま先で引っ掛けて、この足首でこの回す感じですね。この時前の手をちょっとこうオーリーの感じ、板がこう上がってきた感じを出してあげると、引き上げるのと同時に当てるようなイメージですね。なのでこんな感じで、これが安定して回せれば、この前足の使い方はうまくいってると思っていいと思います。なのでまずはこれをしっかり板を回して乗る、これを覚えてください。で、回し方なんですけど、結構みんな体を板に対して横にしてこうに蹴ろうとしてる人結構多いんですけど、それでもできなくはないんですけど、ちょっとやってみますね。体をこっちの向きのままキックできなくはないんですけど、僕はどっちかというとこう進行方向こっちなので、体をそっちに開いて足を上に引き上げながら回す回し方をおすすめしてます。オーリーもそうなんですけど、こうやって足上げれば上げられるんですけど、実際進んでる方向に膝を引き上げて前に振り抜くんで、こういう動きの方がキックフリップをしっかり引き上げられるんですよね。しっかり足を引き上げてから回す、この動きですね。オーリーして前に振り抜く。なのでつま先は横にこうに抜くんじゃなくて、イメージは進行方向に向いて、つま先を軸に前に足首でこうに振り抜くイメージですね。この足首のスナップが使えるようになると板がしっかり回るようになります。で、フリップ上手い人っていうのはつま先が削れて割れてきます。なので自分の削れてる位置どこかなって見た時に、横じゃなくて前が当たってたらそれは結構いい擦れ方です。実際ちょっと見てもらうと、実際はここにオーリーしたらここを支点にして前に当てにいくような感じですね。ちょっとよく見てください。いきますよ。はい、こんな感じで前足で思いっきり前に振り抜きます。
最初はその回す練習がしっかりできたら、あとは実際乗って板を最初飛ばしてもいいんで、ここに回す練習してみてください。中でちょっと後ろに逃げながらでも回せるので、最初乗るのが怖い人はそういうやり方でもいいんで、まずはしっかり回す練習してください。で、回すの慣れてきたらしっかり自分の下で回す、自分の下で回す。これができるとキックフリップできるようになります。ただキックフリップのメイク率を上げるためには、これイメージなんですけど、板を出しに行く、もう最初からこうやって振り抜きに行きたがる人いるんですけど、そうじゃなくてしっかり引き上げてから回す。そうすることでこう空中でいきますよ。空中でキャッチができるようになるんですね。持ち上げながら回しながら持ち上げていくようなイメージですね。回せるんだけどメイク率が悪いって人は結構オーリーをして空中でここに叩き落とすようなキックフリップする人もいるんですけど、そうすると高さが出せないのと、あとはどうしてもメイク率が悪くなっちゃうので、キックフリップはこうやって空中に持ち上げながらキャッチしに行くようなイメージで引き上げながらキャッチする。引き上げながら回して空中でキャッチする。パチッ。キャッチする音が聞こえるぐらい空中で。そうするとメイク率が上がるようになります。中には下抜きって言って上から下に引き落とすような回し方をする人もいるんですけど、これもキックフリップとして成功は成功なのでそれもいいんですけど、高さやっぱり求めた時に引き上げて回す方法ができた方が今後につながるので、イメージしっかり引き上げながら回せるように作れるといいと思います。キックフリップ今までいろんな人教えてきたんですけど、失敗パターンが3つあります。1つ目は板を前に飛ばしちゃって後ろ足が落ちちゃうパターンですね。あとは体が前に行って回すことに意識が強すぎて体がこっちに落ちちゃって後ろ足しか乗らない人、前足が必ず降りてしまうっていうパターンですね。あとはもうしゃがんだ時にすでにもう板が曲がっててここに後ろに飛んじゃう人、この3パターンが失敗例で一番多いです。なのでこの失敗例を直す方法っていうのは実はあるんですね。僕も今までいろんな人を教えてきてて、この失敗例3つを大体修正してみんなできるようになってきました。矯正の仕方全部やり方違うので、オンラインサロンの方で動画を送ってきてもらえれば僕がこの練習方法をやってください、こういうふうにやると治りますよっていうふうにアドバイスできるので、あとはお子さんの場合もそうですね。お子さんどういうふうに補助したらできるようになりますよっていうのはアドバイスできるので、あとはですね、キックフリップできるんだけどやっぱり下抜きになっちゃってどうしても下抜き直したいっていう人は下抜き直す方法も知ってるので動画送ってきてください。一緒に理想のキックフリップゲットしましょうはい、こんな感じでまずはちょっとキックフリップ今のアドバイスイメージしてやってみてください。でやってみてやっぱり難しいな、できないなっていう人はぜひオンラインサロンの方もチェックしてみてください。